おだつこんちこんばんは、ポーテーズ今日もデータ分析的になると思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ショータイムクルトワ100本検証リベンジやっていきたいなと思います。いやー、皆さんね、このガチャ来ましたね。ついに出ちゃったよ、この男。来ましたか？もう1回もやってる人もいるんじゃないですかね。本当に強いのかと確かめていきましょう。このチャンネルでやっていきましょう。しっかりね、今回も100本検証してきましたんで、よろしくお願いします。今日ね、撮ってそのまま検証してきました。ちょっとね、一言だけ言わせてください。やばいよ。検証方法です。検証法は今までと同じような形になってきます。ペナ前からパーに向かってシュート、ゲージは 40% 以上ぐらいですね。調子は普通、ポストや枠外はノーカウントとさせていただいておりますということで、ひたすら100本打ってきましたよという形です。クルトワの能力はこんな感じですよということで、バランスよく育ててます。いやー、これはかなり強いよね。めっちゃ強いと思う。チェフとかシュマイケルとかと比べるとね、数値的には1とか2とか低い感じになるんですけどね。で、ちなみに前回のクルトワがこんな感じの能力でしたよ。これも高いけどね。で、ただそれで 22% とかだったということで、とにかくとてつもなく止めらんなかったんで、こんな弱いわけねえだろっていう顔にも見えてきましたけど、このショータイムのクルトワで、リベンジをしていきたいなと思いますということですね。で、せっかくなんで、このね、流れも見てほしいので、1本目から33本目ぐらいまで、3分の1ぐらいをね、皆さんに早送りでお送りしていきたいなと思います。どうぞ。はい、ということでここから早送りで見ていきますよって感じですね。実際止めてるのか入ってるのかとかをね、ちょっと見ていきたいほしいんですけど、見て、結構わかるぐらい止めてないですか？めっちゃ止めてない？いや、もちろん入ってんのもあるんだけど、ほらやばくない？はい、見ていただきました。いや、これね、マジやばいと思う。数えなくても結構止めてるなっていうのが分かったかなと思います。半分以上ぐらい止めたんじゃないかな。で、やってた時はね、やばくねってもう正直何回も独り言でした。めっちゃ止めんじゃんみたいな。やばみたいな。マジで止めんじゃんみたいな言ってたね。はい、ということで、ただね、せっかくなんで一応ね、出店集セーブ集もちょっとだけ早送りしない状態でね、しっかりじっくり見ていきたいなと思います。まずは失点集から見ていきましょう。シュートコースですね。ここをちゃんと見てほしいなと思うんですけど、ちゃんと厳しいコースなのかとかね、甘いコースなのかですね、を見ていきたいなと思います。少なくとも前回ほど反応遅いってことはなかったかなって感じかな。はい、セーブ集ですね。ここからはセーブ集になっていきます。でも結構ね、なんだろう、派手さはないのかなとか思うんだけど、でもかなり止めてたなっていう、届くんだっていうのは、そのモーションで届くんだっていうのは結構あったかなと個人的には思っております。はい、見ていただきました。まずはね、失点集のとこに関してなんですけど、スーパー遅いみたいな、反応がめちゃめちゃ遅いみたいなことはなかったかなっていう感じでしたね。だから前回に比べたらそこだけでもかなり違いが出てるんじゃないかな。そこは明らかに前回遅かったからね。はい。で、逆にセーブ集、ここに関してね、めちゃめちゃ派手とかではないんですけど、なんかね、届いてるみたいなね、倒れてるだけのモーションなんだけど届いてるみたいなことが多かったかな。もうさすがになんだろうね、もうなんていうか、もうリーチが長くて届いちゃうって感じかな。シンプルにね。だから派手に飛ばなくても止めれちゃうっていうね。そんな感じはすごく印象として受けましたね。はい。では結果見ていきましょうか。まずは前回のデータ一旦見ておきましょう。こんな感じでしたよという感じで、クルトは 22% だったんですけど、チェフとかが 42%、 そしてノイアーが 49%。 この数値も結構やばいけどね、半分止めてるからね、この数値に迫ることができるのかみたいなところをですね、ちょっと見ておきたいなと思います。ではいきます。こうなりました。はい、ということで 55% だ。やばくない？やばいよね。めちゃめちゃ止めてんじゃん。こんなことある？
そんなことあるって感じなんですけど、ということで見事リベンジ成功でございます。クルトワおめでとうということで、いやこれかなり止めてたね。いつも言ってる通りこの検証自体はね 5% から 10% ぐらいのブレはね全然あってもおかしくはない検証ではあるんですけど、なので今回のクルトワもできすぎたっていう可能性は全然あるんですけど、にしてもかなり明らかに止めてたなっていう感じはしましたね。でね、このクルトワすごいなと思ったのが最初から最後まで同じような確率で止めてたんですよ。ずっと結構波があったりするのがこの検証だったりするんですけど、クルトワ最初から最後までだいたい 50% から 60% とかをずっとキープしながら100本終えたって感じでしたね。しかもねちょっとね自分を信じきれなくておまけで30本追加で検証してみました。そうするとね結果的にはね15本15本になってね結局 50% ぐらい落ち着くっていうね感じだったんで、間違いないかなと。しかもキャッチまでしてるしねこの時はね、そんな感じになっておりましたよと。じゃあ数字だけでねいくら言ってもしょうがないんで、ちゃんと比べておきたいなと思います。まずはですね甘いコースの比較になるんですけど、ここに関してはですね影の位置ですね、これ丸置いときますけども、ここですね一番左が、クルトワになっていきます。でここにね線引いてみるとわかるかなとは思うんですけど、そうですね、そんなにこの辺りは誤差ではあるんですけど、範囲としてはやっぱり広めの方に入るんじゃないかなと思います。そしてもう一個同じ価格の検証なんですけど、これがですねちょっとシュマイケルとかとねいいデータがちょうどいいやつがなくてね比べられなかったんですけど、ただ前回のクルトワとはね結構いいのがあったんで比べておきたいなと思います。前回のクルトワめちゃめちゃ反応が遅かったのがそこが気になってたんで、ちょっとそこ見ていきたいんですけど、はいこれ青い方がねクルトワになってます。手前に見えるかなと思うんですけど、でこれ見ていくと同じようなシュートのところなんですけど、はい見てくださいこれ。で手の位置全然違うんですけど、ただねこれ注目すべきはボールとの距離ですね。ボールと手の距離ですねになっていくんですけど、ですね今回のクルトワに関してはボールとの距離がですねほんと紙一重あと何センチかの感じだと思うんですけど、前回の青い方のクルトワ青いボールとの距離がボール1個分ぐらい空いてるんですよね。なのでもう全然迫ってないんですよねそこまで。なのでこんな違いがまず一つ出てたよということで、もう一つあります。でこのシーンなんですけど、はい、ここの立ち位置さえ違うんですけど、この後踏み切りはね同じになっていきます。はいこの辺からねはい同じになっていきますよと。でこの後見ていくと、はいこれ分かりますかね。明らかにですね倒れ込みが遅いんです。青い方が遅いんですよ。前回の方がね遅いんですよね。これなんだよ気になってたのはでもちろんボールの位置同じですからね。いやこれだけ違うのかと、こりゃ止めらんないよねっていう感じがしまして、この差が数値なのかな。前回と比べたら5とか4とか違ってるのが大きいからそうなのかなとは思ったりはしましたね。っていう意味ではちょっとすっきりしたかな。これぐらい上げておけばクルトワでもちゃんと反応できるようになったんだなっていうのは一つすっきりしたかなと思います。はいということで、分かってきたんで今日は結論です。クルトワは派手じゃないけど確実に止めてくれる、おそらく現状最強ゴールキーパーとします。はいというところで見ていただきました。いやどうでしたか。めちゃめちゃ止めてたなっていう印象ありました。たださっきも言った通りね派手さという部分はシュマイケルとかねブッフォンとかの方があったなっていう印象はありますね。ただそれが派手に飛ぶ必要がなくなったっていう可能性はあるかなクルトワの場合はっていうところはあるかもしれませんね。いやにしてもかなり止めてたなっていう感じはありました。今回ねかなりすごい言ってたと思うんですけど、でもただ冷静になって見てみるとクルトワは正直ねさっきも言った通りちょっとねできすぎた感っていうのは今回ねかなり運が良かった可能性もねちょっとあるかな、大いにあるかなとは思ってます。それにしてもねかなり止めてたよ。それでもかなり止めてたと思うけどね、少なくとも現状のゴールキーパーの中では最強のところになってくるかなとは思いますね。ちょっと眠いんでこのままね雑談しながら終わりたいなと思うんですけど、また今後ね今夏とかこの辺は、やっていきたいなと思います。身長とかがね、要素としてはやっぱ一番大事なところなのかな。あとは数値数値が94ぐらい4以上ぐらいになっていればですね身長高ければかなり止めれるっていうことがだんだん見えてきたんじゃないかなと思います。でこれ見ちゃうと結構行きたくなる人も多いんじゃないかなとは
思いますね。まあちょっとこれは弾きたくなるよね。でもチェフとかでもしっかり止めてるし全然問題はないと思うんで、そこは皆さんがこのクルタを使いたいか使ってみたいかっていうところをね、落ち着いてね、まだ時間もあると思うんで考えてみてください。また今回の検証もやると思うんで、そちら見てからでもいいしね、はいっていうところかなと思いますので、よろしくお願いいたします。いやというか今回のはちょっとぜひね、高評価チャンネル登録しておいていただけると嬉しいな。今ね午前3時です。はいということで、今すごく眠いんでこのまま終わりたいなと思いますので、よかったら高評価チャンネル登録していただけると僕のエネルギーになります。よろしくお願いいたします。はいというところで今日はこれで終わりたいなと思います。このまま終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみベビ。